脊椎骨の数多くないということです。1810年代です。前回1800年代はダビッドがナポレオン専属画家として美術界に君臨し、そしてベートーベンが登場し、その後の音楽のあり方に革命を起こし、さらにナポレオンがヨーロッパ大陸を次々に侵略して人々の意識のあり方に大きな影響を及ぼした、まさしく新たな世紀の始まりにふさわしい時代でした。しかしこの時代に早くもあんなに大暴れしていたナポレオンが1815年に島流しの刑に遭い、ナポレオン時代は終わります。それに合わせてナポレオンの首席画家として権威を振るっていたダビッドも同じく失脚し、彼は1816年にベルギーに亡命し、その地で亡くなります。ちなみにダビッドはマラの詩などを書く熱烈なフランス革命推進派だった時もロベスピエールの失脚時に一時投獄されています。そしてダビッドに代わって今後フランスのアカデミーを牛耳るのがアングルです。このアングルはダビッドから新古典主義を継承し、今後台頭してくるロマン主義に対抗する画家としてロマン主義の前に長らく立ちはだかる存在となりますが、実はこの人はアカデミーから散々批判された後に新古典主義の代表的画家となった人物です。アングルは当初彼がサロンに出品する絵がことごとくアカデミーの人たちや批評家などから批判されまくっており、しかもダビッドにまで厳しい評価を受けていました。批判の理由としては、ラファエロやミケランジェロより前のルネッサンス中期くらいの古めかしい画風がやり玉に挙げられています。新古典主義はただ古ければ良いというのではなく、ギリシャ・ローマ時代の美術を規範にしたものであるので、アングルの微妙なゴシックあたりの古さは受け入れられなかったようです。それにアングルは新古典主義が推奨する神話画など正確に写実的に描写するのではなく、この絵のように神話画が題材でもない16世紀のマニエリズムのように自分の美意識に沿って体型を変形させてしまうなどの独自の美意識を持った画家でした。ちなみにこの絵に関しては、描かれている女性の背中は解剖学的に不自然で、当時脊椎骨が普通の人間より3本多いと揶揄され批判されました。しかもアングルはそういった批評にかなり腹を立てており、彼はむしろアカデミーが良しとするような絵を描くつもりはなく、彼らとは違った新しい絵を描くことを意図していました。ですのでこのままいくと、むしろアカデミーが推奨する新古典主義を倒そうとするロマン主義側の画家にでもなりかねない勢いのアングルだったのですが、この時代の1816年に新古典主義の代表的画家であるダビッドが失脚して亡命したため、アカデミーはこの時代あたりから台頭してきたロマン主義に対抗できるような画家はアングルしかいないという結論に至り、次の時代に突然アカデミーからアングルこそがダビッドの後継者であり新古典主義の指導者であるとして持ち上げられることになります。しかも本人もその気になっちゃって、その後は新古典主義の砦を守る大御所として長らく君臨していきます。なんか微妙な感じの話ですよね。しかしそのようにして新古典主義の代表的画家となった後も、アングルは自分の美意識に従って独自の絵を描いていきますので、アカデミーが守り通そうとした新古典主義の画風とは必ずしも一致しない絵を描いておきながら、ロマン主義を蹴散らそうとしてアカデミーに君臨し続けることになります。アングルさん、よくわからない立ち位置ですね。しかし結果的にアングルのこういった古典主義的かつ新しい要素のある絵は後の時代の画家たちに影響を与えることになります。ちなみにオダレスクとはオスマン帝国のイスラムの君主のハーレムで仕える女性の奴隷のことです。19世紀にはヨーロッパと中近東の世界は緊密な関係になるので、こういった当時の西洋人にとっては珍しいオダリスクや中近東の風俗などが今後多く描かれるようになってきます。さて先ほどお話ししたように、この1810年代にナポレオンは失脚します。そしてナポレオンの侵略戦争による荒廃した秩序を戻すべく、ヨーロッパ諸国はナポレオン戦争前、さらにフランス革命前の社会状況に戻そうとします。それはかなり保守的な体制であり、自由主義やナショナリズムの運動は徹底的に抑圧され、特にウィーンにおいては検閲制度を強化し、政治的な内容のオペラの台本なども改定されることになります。こういったドイツやウィーンの状況は1815年から約30年間続きます。そういったこのドイツやウィーンの時代をビーダーマイヤー時代と言います。そうした保守的で抑圧的な世の中に対して市民たちは政治的なものには背を向け、日常的なものを愛するようになり、仲間と集まって音楽を楽しんだり、家庭で音楽を楽しむ傾向が強くなります。
それと同時にピアノが改良されて表現の幅が広がったり、安価なピアノを量産できるようになったので、中産階級にピアノが広く普及し、特に社交の場であるサロンにおいて女性がピアノの弾き手として活躍するピアノ文化が花開いていきます。そうして作曲家たちは楽譜出版で稼ぐために、そういった中産階級がサロンで弾くのに適した軽く楽しい音楽を多く作るようになっていきます。さらに全体的に市民社会と移行している時代ですので、市民の娯楽のための大規模な公開演奏会が定着してきます。そうすると作曲家にとっては、公開演奏会でいかに多くの大衆を魅了できる曲を作れるかが成功の鍵となっていきます。現在の音楽事情と同じような状況がこの時代に生まれ、それ以降ほとんど変わっていないといった感じですね。この時代に音楽はすでにいわゆる大衆芸語であったということであり、そうしないと作曲家たちは音楽で生活できなかったというわけです。そもそもの初めから作曲家たちは王侯貴族や教会に迎合していて、その対象がこの時代に大衆となっただけで、長らく作曲家たちは常に何かに迎合しないとやっていけないという地位は変わりませんでした。なんかクラシック音楽愛好家的な人たちは、クラシック音楽は決して大衆迎合などしないものだと決めつけ、クラシック音楽以外の他の音楽を大衆迎合的な音楽として見下して批判するような傾向がありますが、実際はそんなことはなく、むしろ現代は生活にゆとりがあるので、その気になれば現代のミュージシャンは大衆などに迎合しなくても自分の好きな音楽を作って生活していける時代だと言えます。このように音楽の歴史を追っていくと、実際は当時王侯貴族の BGM 扱いのものだったとか、ブルジョワが娯楽目的で演奏会で聴いたものだったとか、作曲家自身も富と名声のために型にはまった売れ筋の曲を作っていたものだったということが明らかになってきますね。むしろ彼らは現代のミュージシャン以上に作為的に曲を作っていた可能性が高いと言えるかもしれません。そしてそういった目的で作られたものを手放しで崇拝している現在が少し変わっているのかもしれませんね。かつて大衆などに迎合して作られた音楽を現代では物音一つ立てずに心して聴くわけですしね。ただ一握りの相当に才能があった作曲家がいたからこそ、そういう制約の下でも後世に残る素晴らしい音楽を作ることができたということだと思います。ですので大衆迎合や王侯貴族迎合とか富と名声のためとかといったことが悪いというのではなく、結局のところ素晴らしい作品を作れたかどうかということだと思います。そしてそういった時代の変化の中でも、前回1800年代に登場したベートーベンは多くの傑作をこの時代に作曲していました。前回お話ししたように時代が大きく変わる時期だったということもあって、ベートーベンはそれまで使用人の扱いだった音楽家の地位を大きく向上させ、さらに現在我々がイメージする芸術画像や芸術とはどうあるべきかなどを確立した偉大な音楽家といえる人物です。しかしそんな芸術家の鏡であるベートーベンですが、いかにもベートーベンも先ほどお話しした家庭でピアノを弾く女性たちのための曲とか、当時アマチュア合唱団に人気だったスコットランド民謡やアイルランド民謡などのアレンジ作品を多数作っていました。しかもそういった曲はベートーベンの作品の中で3割くらいも占めているようです。さらにベートーベンは他人の曲を勝手に編曲するなど、なかなか悪どい商売もしていたようです。このように現代におけるクラシック音楽に対する崇高なイメージとは逆で、このベートーベンでさえ実際は金銭や名誉を得るのに必死でした。そしてこの1810年代の中頃からベートーベンは老いの親権をめぐって5年間も争うなどして作曲が途絶えがちになります。しかもベートーベンはようやく次の時代で老いの親権を勝ち取り、作曲もせずにかなりの教育を施すも、結局その子は借金をしたり非行少年となり、果てはピストルで自殺未遂までしてしまいます。さらに加えてベートーベン自身も持病の腹痛などに悩まされるなど生涯苦悩が絶えませんでした。そんな苦労人のベートーベンですが、機嫌の良い時と悪い時の差が激しい感触持ちの性格だったようです。例えば彼はやけに卵が大好きで、卵の鮮度を確かめるために光に透かして見たりするくらいの卵狂だったらしいのですが、家政婦に作らせたオムレツの味が今一つという理由で家政婦の背中に卵を投げ捨てたり怒鳴ったりするなどしていたようです。
美味しくない卵料理も断固拒否なベートーベンなわけですが、卵一つで家政婦もたまったもんじゃないですね。しかもベートーベンの部屋は作曲に集中するあまり、食べ残したパンにカビが生えていたり、ピアノの下にいっぱいになったおまるを置きっぱなしにしていて、それが常に石を放っていたりと、おぞましいことになっていたようです。しかし一方でベートーベンは何回も手を洗うほどの潔癖症でもあったようです。不潔なのか清潔なのかよくわからないですね。しかしピアノの下のトイレはおぞましすぎです。こんなベートーベンなので、家政婦はいつかず雇った先からことごとく逃げられています。しかし一方でベートーベンはフランス革命を支持したりと進歩的な考えを持ち、教養も深かったという別の側面も持ち合わせていました。なかなか複雑な人だったんだと思います。ちなみに当時ヨーロッパでは帽子をかぶらないで外出することはありえないという謎の風習があったので、ある時普段から身なりが無頓着で髪の毛も逆立っているようなベートーベンが帽子をかぶらずに外に出たら不老者と間違えられて逮捕されたようです。さて前回1800年代のナポレオンはヨーロッパ各地を次々に侵略してヨーロッパ大陸をほぼ制圧するという誰にも止められない破竹の勢いでした。そんな中、1806年にナポレオンがイギリスを経済的に弱体化させるために敷いた大陸封鎖令に違反して、ロシアがイギリスに穀物の輸出をして経済活動を行っていたことに対して、ナポレオンは言うことを聞かないロシアを制裁すべく、1812年にロシアに遠征します。しかしナポレオン軍はロシアの寒さに負けて壊滅し、さらにその1年後にロシアとオーストリア、プロイセンの連合軍に敗退し、パリも陥落し、1814年にナポレオンはエルバ島へ島流しの刑となります。しかしそんなことぐらいで諦めないのがナポレオンです。彼はすぐさま1年後にエルバ島を脱出し、再度皇帝に復帰します。が3ヶ月後に明らかワーテルローの戦いでイギリス率いる連合軍に負けてしまいます。そして今度はむちゃくちゃ遠いところに島流しにしとけば安心だろうということで、セントヘレナ島への島流しの刑に遭い、ナポレオンはそこで死に絶えます。この間は100日天下と言われています。100日天下と言いますが、本当に3ヶ月間だけでした。しかもエルバ島を脱出するのがたったの1年程度だったとは管理が甘すぎですね。その反省を踏まえてか、セントヘレナ島はエルバ島に比べて極端なほどいろんな場所からむちゃくちゃ遠くなっていますね。そしてナポレオン失脚後のフランスはどうなったかと言いますと、ナポレオンが広げた領土も元の通りの領域に戻されますが、なんとフランス革命で処刑されたルイ16世の弟ルイ18世が亡命先から戻ってきて王として即位し、王政が復活してしまいます。今までの努力は何だったんだといった感じですね。この期間は次の時代まで続き復興王政と言われます。ただフランス革命によって市民の意識は変わっていましたので、以前のような絶対王政の社会を完璧に再現することはできず、法の下の平等などが保障された社会でした。そしてこの時期に開かれた国際会議であるウィーン会議で、国際秩序をナポレオン戦争前、フランス革命前の状態に戻すことが決定されます。そして各国は絶対王政の支配権を復活させようとし、国際的に反動的な体制となっていきます。これをウィーン体制と言います。そしてこのウィーン体制の期間では、フランス革命によって起きた個人の自由や平等といった自由主義の思想やナショナリズムの運動はヨーロッパ各国で抑圧されることになります。さて一方でナポレオン戦争中のどさくさに紛れて南アメリカ諸国が凄まじい勢いで独立を果たしていきます。まず1800年代にハイチが独立したのを皮切りに、この1810年代にパラグアイ、アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、コロンビアと立て続けに独立を果たします。そして次の1820年代で南アメリカのほぼ全てが独立を果たすという破竹の勢いです。しかしこの独立を果たした人たちはコロンブス以降、スペインやポルトガル植民者から散々ひどい目に遭わされてきた先住民や黒人奴隷ではなく、植民地で生まれた支配者の白人たちであるクリオールと呼ばれる主に地主階級の人々でした。特にこの独立運動を率いたサンマルティンとシモン・ボリバルが有名です。経緯としては1800年代にフランス革命の自由主義思想によってハイチが世界初の黒人共和国として独立を果たしたように、主に地主階級である彼らクリオールは南アメリカにおいてもフランス革命の自由主義の影響により先住民や黒人奴隷が反乱を起こすのではないかと恐れたことと、同時にスペイン本国から自分たちの権利や財産を脅かす介入が強くなったということが理由で、
彼らクリオーリョはスペイン本国からの独立運動を率いて独立を果たしました。ですので、虐げられていた人々が自由平等のもと解放されたというわけではなく、その後もクリオーリョによる身分制に基づく社会制度などは変わりませんでした。そのため南アメリカは他国よりも社会的経済的発展が遅れることになり、今後も欧米の従属的地位にとどまり続けることになります。同時にこの独立は始まったばかりのウィーン体制を揺るがすことにもなりました。出だしからして頼りないウィーン体制です。そしてクリオーリョが独立にあたって参考にしたのが1770年代に起きたアメリカ独立戦争におけるアメリカ独立宣言の内容でした。そのアメリカ独立宣言に書かれている人民をフランス革命で誕生した概念である国民に置き換え、彼らは独立を果たしました。そうして今あるアルゼンチンとかコロンビアとかいった国が成立するのですが、彼ら南アメリカ大陸にいるクリオーリョたちは皆同じスペイン語を話しており、それは当時のヨーロッパのスペインと同じ言語でした。さらに革命の指導者たちクリオーリョはナショナリズムの観点から言えば本国スペイン人と同じ出自の人々で、宗教や礼儀作法なども同じ同一の民族とみなされる人々のはずでした。しかしこの独立を境に彼らはスペイン人ではなくベネズエラ人とかチリ人などになります。そして同様にこの独立を境に当時インディオと呼ばれていた人々も皆その区画の中にいる者はアルゼンチン人とかコロンビア人などになります。これを境に彼らはナショナリズムの定義に沿って共通の出自を持ち、共通の文化を持ち、共通の価値観を持ち、お互いに同胞意識を持った一つの民族と定義されます。さらに現在我々が彼らを想像するように、周囲からはステレオタイプ的に彼らは似たような思考回路で似たような能力や同じような姿形をし、似たような好みを持っている集団とみなされ、同様にその彼ら自身の多くも自分たちはそのような共通の人間が集まった一つの民族であるとして考え行動するようになります。ちなみに20世紀に独立するアフリカ諸国もそれまでに西洋人が勝手に引いた国境線に基づいています。このようにナショナリズムは矛盾だらけの発想の産物ですが、程度の差こそあれ、今ある全ての国家も同じ問題を抱えています。そしてこのように民族や国民といった観念は何か科学的根拠のあるものでは全然なく、ナショナリストが考えるような明らかな特徴を遺伝子レベルで人々が共有しているわけでもなく、それは単に人々の想像の中で機能しているものです。それを1980年代に政治学者のベネディクト・アンダーソンは創造の共同体と言いました。創造の共同体とは我々日本人とか我々ドイツ人といった時、そこの集団に属していると思われる人々はお互い生涯出会うことはなく、お互い全く知らない人同士であり、その知らない人々がどういった思考や価値観を持っているのか全く知り得ない状態であるにもかかわらず、人々のイメージの中で彼らと自分は同じものを共有した共同体に属していると想像されるというものです。そしてそのように一つの境界を持った共同体としてイメージされると同時に、共同体の外には自分たちは異なるものを共有している他の共同体である彼らフランス人などが存在しているとイメージされます。人がどの場所でいつの時代にどの両親のもとに生まれるかなどは一切選択できないにもかかわらず、ナショナリズムはそれが宿命であるかのように扱い、子供時代から学校教育やメディアなどを通してそういった観念を刷り込んでいきます。そして現実にはその創造の共同体の中にはいろいろな違いや多様性、また不平等や差別などが存在しますが、そういったものをイメージの中では排除し、運命共同体として同胞愛のために自ら命を捧げるよう要求します。そしてナショナリストは喜んで命を捧げていきます。そもそも偶然生まれた場所などに誇りを持つという発想からして神様を信じるよりも奇抜な発想です。しかもその創造の共同体に属していると思っている自分たち自身を他のどの集団よりも素晴らしく優れていると思い、それを声高に主張し自分たち自身を崇拝するのですから、これほどうぬぼれた人は未だかつてなかったものです。それまでの宗教の影響力が啓蒙思想などによって失われた代わりに出現した新たな宗教と言えます。この思想は決して人類全体を一つのものとして考えない排他的な思想であるため、絶えず戦争が起きることになり、この時代から20世紀にかけて大量の人々が死んでいくことになります。そしてこの時代にはショーペンハウアーによる意志と表彰としての世界が出版されました。ショーペンハウアーは前回登場したヘーゲルの影に埋もれ、生前は活躍できませんでした。しかし彼は死ぬ10年前くらいにようやく評価され、ドイツでショーペンハウアーの説く
この世界は最悪で人生は不幸に満ちているという楽天主義の反対にあたるペシミズムの思想が一大潮流となります。そしてショーペンハウアーの思想はその後のニーチェなどへと受け継がれ、後に生前のヘーゲルとの立場は逆転します。ちなみにショーペンハウアーはかなりのヘーゲル嫌いでした。現在ショーペンハウアーは哲学書ではないですが、彼の哲学に根ざした人生いかに生きるべきかといった内容の本を分かりやすい文体で晩年に書いた余録とホイが有名です。そこには多くの眼蓄のあることが書かれているので非常におすすめです。さらにこの時代の文学界では早くもロマン主義の詩人バイロンが活躍していました。この人は海を泳いで渡ったとか、義勇軍としてギリシャ独立戦争に参加して熱病で死んだとか、えらく熱い男です。そんな熱い男と同時代に冷静に昔話の収集に励んでいたのがグリム兄弟です。童話の歴史はグリム以前と以後に分けられると言われるくらい、グリム兄弟のその後に与えた影響力は大きいです。さらにこのグリム童話の影響によって今後昔話や民話などが収集され研究されていくことになります。最後にもう一人 CP バッハばりに SF っぽい名前の E.T.A. ホフマンがこの時代に活躍していました。 E.T.A. ホフマンは作家でもあり作曲もし絵も描いたという多彩な人物です。しかも本職は裁判官でした。今では作家として知られている E.T.A. ホフマンですが、生前は作家としては大した評価を受けておらず、死後名声が高まり、後に多くの作家に大きな影響を及ぼした人でした。しかも本人も文学に重きを置いておらず、音楽の方に情熱を傾けていたとのことです。ちょっと理想的ですね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を3枚紹介します。ですがその前にアングルのところで少し触れたロマン主義についてお話しします。ロマン主義とはこの時代から19世紀中頃まで続く潮流で、それは美術、音楽、文学などを含む一大潮流です。内容としては新古典主義が信奉するような理性や過去の伝統よりも個人の感性や自由な創作に重きを置き、時代や場所や個人によって美に対する異なる価値観が存在するといったことを主張するものです。そしてここから美の多様性や扱う題材の多様性が生まれることになります。例えばそれまでの神話画や宗教画などの古い話ではなく、もっと最近に起きた歴史的事件や文学や中世関連のものなどを題材にするようになります。このようにロマン主義とはそれまでのルネッサンスであっても新古典主義であっても、西洋美術が常にギリシャ・ローマを理想の美として崇め、それを模範にしてきたことに対する史上初の抜本的なアンチテーゼとしての意味合いを帯びていました。ですので新古典主義に対する反動という側面があるため、アングルを筆頭に新古典主義とロマン主義とがぶつかり合うことになります。しかし実際はアングルのように新古典主義でありながらロマン主義的要素を持った画家もたくさんいるなど、明らかに異なる画風といったほどの差はなかったりします。ただ大きな違いとしては、ロマン主義は新古典主義が信奉するデッサンよりも色彩を重視し、さらには彫刻のように止まった絵ではなく躍動感にあふれ主観的で荒々しいタッチで描くといったところがあります。そして1770年代に登場した先駆ける男ベンジャミン・ウエストや1780年代から前回まで紹介したヒュースリーが先駆者として存在していましたが、ここに来て本格的にロマン主義時代の到来を予告する画家が登場します。それがジェリコーです。躍動感と臨場感がすごいですね。この絵に描かれている内容は3年前の1816年に起きた実際の事件で、フランスの船が座礁してしまい救命ボートに乗れなかった人々が臨時のイカダを作り、救命ボートに乗った人々から引っ張ってもらっていました。しかしその途中、イカダに乗った人々は救命ボートから引き離されてしまい、なすすべなく約2週間も漂流していましたが、ある時ついに遠くに船が見えたので助けを求めて腕を振ったりしている場面が書かれています。そしてその後船は気づかず一旦通り過ぎてしまいますが、後に気づいて戻ってきて救出したとのことです。しかし漂流中に殺人や死んだ人を食べるなどの行為が行われていたため、フランス政府はバレるまでひた隠しにしていました。このようにジェリコはたった3年前の出来事を克明な描写で劇的に書き出し話題をさらえます。そしてこの作品こそがロマン主義の先駆け的作品だとされています。しかもジェリコはひたすらリアリティを追求するために実際に生存者から話を聞いたり、病院で瀕死の患者をスケッチしたり、
さらには死体をスケッチしたり、果ては切断された手足や生首をアトリエに持って帰り、腐敗する様子を観察するなどしたらしいです。リアリティの鬼ジェリコです。このようにロマン主義の開始を告げる偉大な画家ジェリコですが、次の時代に落馬が原因で彼は32歳の若さで死んでしまいます。そのジェリコの死に大いに悲しんだドラクロワは、次の時代以降ロマン主義の代表的画家として大いに活躍することになります。ちなみにドラクロワはこの絵でうつ伏せで倒れている人物のモデルになっています。次の時代でようやく立ち上がることになるドラクロワです。次は新古典主義の画家です。エドワル・ピコはダビッドに学び、この後アカデミーの大御所となる画家たちを育てた人物です。この絵は1750年代と1790年代に紹介したギリシャ神話の話で、人間でありながらも美しいプシュケに嫉妬した愛と美の女神アフロディーテが息子のアモル、英語名でキューピッドにプシュケをそこら辺の男と結婚させるよう命じますが、アモルは恋する矢で自分を傷つけてしまい、プシュケに恋してしまうという話です。が、その続きがあり、この後プシュケはアモルの住む宮殿で生活することになりますが、アモルは夜の間だけプシュケを訪問するため、プシュケはアモルの姿を見ることができないという生活を送っていました。これは朝になる前に寝床を抜け出すアモルの姿を描いています。最後の絵はこちらです。新たな時代を感じさせる絵ですね。そして突然ドイツの画家の登場です。ドイツの画家は1世紀に1人の割合ぐらいで登場しますね。フリードリヒはドイツロマン派を代表する画家と言われ、生前は高い評価を得てましたが、死後忘れ去られ20世紀初頭に再発見された画家です。ちなみにフリードリヒは幼い時に母や姉妹を次々に亡くし、果ては湖の上の氷が裂けて弟が死んでいくのも目撃しています。しかもその弟は氷が裂けて危険な状態にいたフリードリヒを助けようとして死んだらしいです。このようにフリードリヒは幼い時から死を間近に体験してきたことが彼の作品にも影響を及ぼしている可能性が考えられますね。だからこそこんな険しい顔をしているのかもしれません。ということで1810年代は新たな新古典主義の代表的画家として今後長らく美術館に君臨することになるアングルが登場し、ベートーベンも聴覚に悩まされながらも傑作の数々を作曲していました。そしてナポレオンは島流しの刑に遭い、社会は保守的で抑圧的なウィーン体制となりました。しかし一方でナポレオン戦争の混乱に乗じて南アメリカ諸国は次々に独立を果たしました。さらにショーペンハワーが意志と表彰としての世界を出版し、かなり後に登場するニーチェへと受け継がれることになります。そして海を泳いで渡る男バイロンやグリム兄弟や E.T.A. ホーマンなど一気に文学が盛んになっていた時代でした。次回は1820年代です。超天才バイオリニストが登場します。それでは。